どうも、ボタニカリスティクスです。今日もですね、考察シリーズとしてお届けしています。最近ね、デリケートなちょっと内容のものが多いですよね。前回のね、エベレストの問題もそうでしたよね。前回取り上げたエベレストの問題は、学名にね、とどまらず、その先の問題にね、食い込んでいって、ちょっとデリケートな内容に触れていったっていう。今回もね、同じような感じなんですよ。なので、ちょっとね、業界をね、引っかき回してる嫌いがあるんですけど、僕はね、真実をね、知りたいだけなので、引っかき回されてる方々、温かく見守ってくださいよというか、勘弁してほしいというか、むしろね、一緒に解決していきたいと僕は思ってる側なんですけどね。ぜひそこのとこよろしくお願いします。具体的にはね、アフリカンプリンスは本当に輸入できないのか、要するにね、南アフリカの方で輸出規制を受けているのかっていう話ですね。SNS とか、そのインターネットとかで調べたりとかね、YouTube とかでもあると思うんだけど、アフリカンプリンスって輸入ができないっていう話聞いたことないですか？そういうふうに紹介されている、サイトとか結構見ないですか？輸入できないから日本ではね、挿し木とかそういった感じで増やしていかなきゃいけないと。今あるね、アフリカンプリンスはそういった挿し木とかで増やしたやつなんだよなんていうエピソード聞いたことないですか？そうなんだってね、明日ね、誰かに自慢げに話したいなんていう、そんなうんちくだよね。で、この時点でね、僕もね、それを聞いたときはね、そうなんだってね、もう思いましたよ。で、これ何のこと言ってんのって話なんだけど、以前ね、ピカス紹介シリーズの中でね、アフリカンプリンスを取り上げたときに、話してるんだけど、今回もね、ここにね、載せたいと思うんだけど、南アフリカの方のね、漢方で、保護植物としてね、この植物を保護します。だから輸出できませんってね、言ってたね、リストがあるんですよ。その中にね、ピカスがいるんですよ。で、これは一つの事実としてあるわけ。で、これね、条約とかじゃなくて、このね、南アフリカの国が独自で、法律を敷いて、その上で、この植物を保護するよっていう、国独自の政策として、打ち立てているという事実があるんですよね。そのピカスが、これなんだよね。アフリカンプリンスっていう話。で、ここまで聞いて、やっぱりね、そうなんだって、思うわけなんだけど、このリストに書いてあることを、知るとね、この反応がね、180度ね、ガラッと変わるわけなんだよね。で、このリストに何て書いてあるか、要するにこれね、ピカス何々がその対象になってるよって書いてあるわけなんだけど、この何々が何なのか、ピカストリコポタって書いてあるわけよ。で、この時点で、どう？まだ、そうなんだって思ってます。僕もね、以前はそっちだったんだけど、このね、段階でね、違和感感じなきゃいけないんですよ。OK、わかった。ここでね、まずね、前提条件をね、ちょっと確認しましょう。アフリカンプリンスの学名ってなんだっけ？早速ね、正解言っちゃうと、ピカス・ルテアなんですよね。だから、このリストに載ってるトリコポタって別物なわけよ。ここでね、やっとね、今回の、タイトルだよね。タイトルの意味が、分かってくると思うんだけど、アフリカンプリンスは本当に輸入規制されているのか、ね。だからね、そもそもね、そのアフリカンプリンスはピカストリコポタだと思ってる人いない？で、僕もね、そうだったんですよ。もともとそっちの人間だったんですけど、だってね、そうやってね、紹介している人がね、結構たくさんいるんですよ。そもそもね、その情報源こそ、その輸入規制されてる、みたいなことをね、言ってるんですよ。そういうね、うんちくもね、一緒に紹介しててね、それっぽくね、やっぱり感じちゃうんですよね。なので、今思えばね、アフリカンプリンスが規制を受けているっていう、その話自体が、そのリストにね、逆説的にその裏打ちされちゃってるっていう、誤謬みたいなもんだよね。そういうもんだったのかなーって。だってさ、そのさ、エピソード、そのうんちくというか、の発信源がさ、学名について語るってなったら、それはトリコポタって紹介するよね。僕らもさ、そんなさ、エピソード、うんちく、それがさ、一緒に説明されてたらさ、信憑性高いなって感覚的に思っちゃうもんね。だからそう思っちゃうのも仕方ないんだけどね。と言いながらね、ちょっと過去の自分をね、間接的にね、擁護してるっていう部分もあるんだけどね。仮にね、学名がね、ルテアだって言いながら、輸入規制受けてるんですっていう、人たちがいたとしたらね、このリストをちゃんと確認してないっていうことの証拠だよね。甘いよね。厳しいかな。まずはね、冷静になって、ネット上で探してみてくださいよ。で、そうするとね、すぐ出てくるから。さらにね、その冷静になってね、ネットとかで調べてみて、その葉っぱとかを自分のね、知ってるアフリカンプリンスの葉っぱね、見比べてみて、そのアフリカンプリンスが、ルテアだっていうことはね、それでね、すぐね、分かってくれると思うよ。僕はね、もともとはね、例によってね、インスタでね、僕はね、すごくね、楽しみにしているその人の、投稿があるんだけど、その人の、投稿を見てね、アフリカンプリンスがね、トリコポタじゃなくて、ルテアだっていうことを最初に知ったんだけどね、そこからもういろいろ調べたら、なんだ本当に全然違うじゃんって
なんで間違えてたんだろうって今はちょっと思ってるけど、でもそういう経緯があったから、間違えてたんだよね。ちなみにね、いろんなの調べてる中で、このアフリカンプリンスはね、キアティスティプラだと。逆か。キアティスティプラ調べてるとアフリカンプリンスと呼ばれてますみたいな、なんかそんな風に紹介してるサイト出てくるかもしれないけど、それはね、もう無視していいよ。もう話にならないから。じゃあトリコポタは何なのっていう疑問がここで出てきちゃうと思うんだけど、今回の話からちょっとずれちゃうんで、後でね、ちょっと軽く触れる程度に、後で話しますよ。で、ここはちょっと一回置いときましょう。この輸入規制の話、この輸入規制のこの噂が日本だけなのっていう疑問が出てくるよね。ここを探っていく。アフリカンプリンスっていう、まずね、この呼び名についてなんだけど、これがまず日本だけなのか、それとも海外で言われてるのかっていうのを、ちょっとね、調べてみたんですよ。調べてみてる中でね、どうやらね、日本だけっぽいね、海外でそのルテアをアフリカンプリンスって呼んでるっていう例はね、英語圏のサイトとかではね、ちょっと見当たらなかったね。その代わりにね、アフリカンプリンス、僕らがね、アフリカンプリンスと呼んでいるそのルテアが何て呼ばれてたのかっていうのはちょっと分かったね。で、それがね、何なのかちょっとジャイアントリーブドフィグとか、ラゴスラバーツリーとか、こうやって呼ばれてるみたいで、なので、この植物について、海外の英語圏のサイトを探そうとするなら、こうやって検索していくべきなんだよね。で、こうやって探していったと。それでね、こうやって探していって、それが輸入規制を受けてるよとか、その英語圏の国でね、輸入が規制されてるからレアなんだとか言っているサイトは見当たらなかったね。あとね、今ね、これ二重で起きちゃってるこの間違いのうちのもう一方ね、このジャイアントリーブドフィグとかラゴスラバーツリーがトリコポタだって言っているサイトはあるかなっていう切り口も見ていくわけ。それもね、やっぱりね、なかったね。そういう意味では、海外ではちゃんとね、この僕らがアフリカンプリンスだって言ってるものは、ルテアだっていうのは定着してるっぽい。トリコポタ何のこと？なんかそんな雰囲気。というわけで、この輸入規制というね、この噂は、日本だけなのかなっていうのが、僕の中での、結論として、今、落ち着いてますね。日本国内でね、その単純に学名の間違い、要するにルテアをね、トリコポタと間違えて、輸入規制されてるっていう、情報が、一人歩きしたっていうパターンね。そうだったとしても、あるいは、実務的にさ、法律はそうは言ってもさ、実際にアフリカンプリンスがね、ルテアなんだけど、トリコポタと勘違いされて、実際に輸入が規制されてたと。実務的に。No, これはダメとか言われちゃってっていうことが仮にね、起こってた。そういうこともあり得るじゃない？だけど、そうだったとしても、当時の状況っていうのはもう全然わからないじゃない。以前、考察シリーズでウィルデマニアーナの話もしたと思うんだけど、あれもさ、なんでそんな間違いするの？バカじゃないのって思っちゃうけど、ね。だけど、実際はさ、その場にいたらさ、しょうがないよねっていう、その真っ当なさ、なんか理由っていうかさ、あったりするんだよね。それをさ、現代からね、今の位置から、見下ろしてね、その原因をつかみに行こうってするのはさ、難しいし、こうすりゃよかったじゃんって後から言えるんだよね。当時はさ、なんかその致し方ない理由があったりするんだよ。なんかその時のさ、空間、現場の空気とか事情とか、いろんな条件が重なったりして、そういう現象って起きたりするわけでさ。だから、その間違えたところをね、いくら叩いたって、治らないんで、根本的なところ、事実からスタートしようかと思う。その、だから輸出規制をしている、南アフリカが輸出規制してるのはトリコポタだよという事実から、スタートしてってね、だんだん正していけばいいじゃない。道筋をね、根本を直していけばいいじゃない。東洋医学的な考え方なのかな。だとしてもさ、アフリカンプリンスがさ、輸出が規制されているからすごいレアなんですっていうこのエピソード自体はさ、結構パワーがあるよね。なので、これ、違いますって言われてもさ、にわかに受け入れがたいっていう気持ちはね、わからんでもないよね。なので、アフリカンプリンスを、売っている、業者さんとか、生産者とかね、そのナーセリーの人が、この噂を、捨てたくないという気持ちはわからんでもないけども、でもね、その心配する必要はないですよ。アフリカンプリンスそもそも、そのね、本体が魅力を持ってますから、そんなね、エピソードはね、不要でね、もうめちゃくちゃかっこいいから、もうそれだけで売れますから。それが事実ですよ。そんなエピソードで作り上げた価値じゃなくてね、本来そのアフリカンプリンスが持っている魅力、本来持っている価値だから、それは下がることはないですよ。最近ね、程よいサイズのね、アフリカンプリンスをね、お店で見たりするようになってますけど、昔はね、なんかね、お店とかで見るのね、すごい大きいのばっかりだったんですよね。で、あるいはそのなんかインターネットのさ、ヤフオクみたいなところで、もうその差し穂このぐらいのちっちゃいやつとかを発根しましたみたいなのを売ってたりとか、
そういう感じだったんですよ。だからね、以前から輸入禁止って本当みたいなね、気持ちでいたんですよね。っていうのは、その輸入できないっていう割にはさ、結構しっかり育ってんじゃん、みたいな。その線で考えると、これさ、真実知ってる人いるよね。日本に。生産者か、そのフェーズで携わってる人、実際は輸入規制なんてされてないっていうことは知ってんじゃない？つまりは、しっかりとした個体が輸入されてんじゃないって僕ね、思ってたんですよ。その時はね。でもね、実際ね、育ててみてね、ちょっと感じたんだけど、成長スピードもね、すごい速く感じるんですよ。てかね、葉っぱが出て、葉っぱがその大きくなるスピードがね、すごく速い。でこいつら強いなって思ったんですよね。そしたら、確かにそれをね、取り木して発根させて、で、育てていくと、で、6号、7号ぐらいのサイズに2、3年ぐらいで、簡単になるんじゃねえかなって思うようになった。7号ぐらいすぐかなって。だから、輸入が規制、されているかされてないかはさておき、実際に輸入してないのかなって。なんつうの、本当に輸入してないのかな。最近はなんか本当にそういう風に思ってる。だからこそ、実際にね、輸入されてないってなったら、だからこそ誰もね、この事情を知らないというかさ、この噂の真相を誰も知らないみたいな状況が起きちゃってて、噂が一人歩きしちゃってると。誰も指摘しないみたいなね。そういう状態なのかなっていう気がちょっとしてますよね。最後にね、このじゃあトリコポタが何なのかっていうことについても、ちょっと話そうかと思うんだけど、ルテアもトリコポタも、アフリカ原産ってあることには、間違いなさそうなんだよね。で、実際何なのかっていう調査はね、ごめん、まだね、調査がちょっと甘くてね、断定できないんですけど、グランディスが、それかなって僕は思ってますね。ブラウンとか言ったりする、僕がナゾフィカスとか言ってる品種の、一つですよ。大きいお店とか行くと、見たりするんですよね。で、割とね、その若い、フレッシュな苗が、6号ぐらいのサイズでね、出てたりとかするんですよ。レアフィカスって結構大きいものが多い中で、グランディスって確かにちょっとちっちゃめのが多いっていう、そういうイメージありますね。だいたい6号ぐらいのサイズ感で出てますね。でね、今はね、トリコポタが何かっていう、そういうポジションで今喋ってますけど、軸足をね、逆にね、これグランディス側にね、置いて話をするとね、グランディスって何なのっていうのが、トリコポタとかね、あとね、ベンガレンシスの一種だっていう人もいたりして、でさらにね、エベレストと混同して紹介している人もいる。なので、どっちサイドから考察しても混乱を生んでるんですよ。なので、本当のところはね、なかなか見えてこないっていうのが、ちょっと正直なところなんですよね。今回みたいにね、事実みたいな確固たる事実があってさ、でそこを起点に、話を進めていく。あるいはね、事実、確固たる事実をゴールに一応設定して、このベクトルでね、考察を進めたりとか、すると話はね、だんだん見えてきて、はかどるんだけど、なので、ちょっとトリコポタが何なのかって話はね、ちょっとね、調査続行でお願いします。で、どうでしょう？アフリカンプリンス。輸入禁止されてないよっていうことが分かったからってね、別に何も変わらないんですよ。例えばね、職場の昼休みに、アフリカンプリンスは規制されてレアなんだよ。へー、物知りみたいにね、ちょっと得意げに話してる人とさ、わーみたいな林立ててる人とさ、めっちゃ盛り上がってるさ、職場のね、昼休みとかがめっちゃ盛り上がってたりしてね。そしたらさ、鼻で笑いながらね、それってトリコポタの話だよね。ルテア関係なくないって言ってあげるとどうなるか。盛り下がります。そんなね、周りのね、みんなにね、嫌われちゃうような情報、知識を私は発信し続けてますから、興味があればね、チャンネル登録、していただけると嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございます。今日はこの辺で、ではまた次回をお楽しみに。はい。ではまた。